千の兵が7万の敵軍のど真ん中に突撃する。これは自決ではありません。生き残るための唯一の戦術でした。1600年、関ヶ原。敗北が決まった戦場で、島津義弘は叫びます。逃げるぞ。だが、後ろではない。前だ。と、なぜ、こんな狂気の沙汰としか思えない決断が下されたのか。そもそも、九州の覇者、島津が、なぜたった1000の兵しか率いていなかったのか。すべての原因は、開戦前のボタンの掛け違いにありました。島津義弘は当初、徳川家康側に味方するつもりでした。しかし、道中で石田三成が挙兵。歴史の歯車は狂い、島津は西軍として戦うことを余儀なくされます。ですが、あまりに急な参陣。国元から動員できた兵力は、わずか千数百に過ぎませんでした。さらに、西軍総大将、石田三成は、歴戦の猛者である島津のプライドを痛く傷つけます。島津が得意とする野襲の検索を小細工は無用と一蹴。結果、島津軍は布陣したまま動くことを許されず、ただ西軍が崩壊していくのを指をくわえて見ているしかなかったのです。そして訪れる西軍の総崩れ。周囲は敵。7万を超える東軍の兵士たちが、勝利の雄たけびを上げながら敗山兵狩りを開始する。絶体絶命。しかし、ここからが伝説の始まりでした。ただの敗走で終わらせない島津の本当のそよが。しかし、ここからが伝説の始まりでした。島津は、この絶望的な状況を覆すため、日本戦史に類を見ない3つの非常識な戦術を実行します。1つ目から、あなたの常識は覆されます。普通、退却するなら敵のいない方向、つまり背後へ逃げるのが鉄則です。しかし、義弘の命令は真逆でした。敵の正面を突破する。目標は、敵の大本営、徳川家康の本陣がいる方向。東軍が最も分厚く守りを固めている、まさに死地です。なぜ、そんな場所へ？それは、敵の思考の穴を突くためでした。敗軍が、まさか自分たちの心臓部に向かってくるとは、誰も予測できません。包囲網というものは、外からの攻撃には強い。しかし、内側から最も安全なはずの中心に向かって来られると、一瞬、思考が停止し、陣形が乱れる。義弘が狙ったのは、その一瞬の混乱でした。少し想像してみてください。あなたがもしこの兵士の一人だったら、背後から迫る敵を振り切り、故郷に帰りたい。なのに、目の前には敵の大軍。そして大将は、あのど真ん中に突っ込めと命じる。正気とは思えません。しかし、この正気ではない選択こそが唯一の活路だったのです。この前代未聞の敵中突破は、東軍の追撃の初動を完全に破壊しました。しかし、これはあくまで地獄の入り口に過ぎません。敵のど真ん中に飛び込んだだけでは、やがて飲み込まれ全滅する。ここから、島津の真骨頂。日本戦史史上、最も残酷で、最も美しい戦術が始まります。敵の意表をつくことには成功しました。しかし、敵の数は7万。どうやって追撃を振り切るのか？その答えが、戦術に、捨て艦。これは、味方の命を燃料にして進む、あまりにも非常なリレー戦術でした。敵中を突破し、退路を確保した島津軍。しかし、背後からは福島清則、井伊直政といった東軍の猛将たちが、数千の兵を率いて猛追してきます。速度で劣る島津軍は、このままではすぐに追いつかれ、殲滅されてしまいます。この時、義弘が実行したのが、薩摩に伝わる必殺の撤退戦術、捨て艦でした。その方法は、あまりにも壮絶です。まず、本隊が逃げる時間を稼ぐため、最高20数人の小部隊を残す。彼らの任務は死ぬこと。追ってくる敵の指揮官を狙撃して混乱を生み、そして全員が討ち死にするまで、その場を死守するのです。本隊が数百メートル進むと、また新たな捨て艦、部隊がその場に残り、死ぬまで戦う。これを何度も何度も繰り返す。それは、
味方の命を松明のように燃やし、その光で未来への道を照らす、血塗られたリレーでした。この戦術で、義弘の甥であり、若き勇将であった島津豊久も命を落としました。享年、わずか30歳。彼は、叔父である義弘の鎧兜を身につけ、自らが大将であるかのように振る舞い、敵を引きつけて壮絶な最後を遂げたと伝えられています。味方の屍を乗り越え、島津軍は進み続けます。しかし、彼らの犠牲はまだ終わりではありませんでした。関ヶ原を脱出した先に、本当の地獄が待っていたのです。あまたの犠牲を払い、なんとか追撃を振り切った島津軍。しかし、ここはまだ敵地のど真ん中、美濃の国。故郷の薩摩までは、およそ800キロ。東京から広島までの距離に匹敵します。関所は閉ざされ、街道には落ち武者狩りの農民たち。まさに、四面楚歌。ここで、3つ目の戦術が生きてきます。それは、速度。開戦当初、弱点だと思われていた兵の少なさが、皮肉にも彼らの最大の武器へと変わりました。数万の大軍は、兵隊や隊列の維持のために、どうしても動きが鈍重になります。しかし、数百人まで数を減らした島津軍は、もはや一個のテロ部隊。追っ手のいない裏道を、驚異的なスピードで駆け抜けることができたのです。しかし、待ってください。ただ速く走るだけでは、800キロは踏破できません。彼らは伊勢街道を南下し、大阪へ。ここで敵の船を焼き払い、港を封鎖。その混乱に乗じて別の船を奪い、瀬戸内海を渡って九州へ。そしてついに、故郷、薩摩の地に帰り着いたのです。これは単なる逃避行ではない。緻密な計算と、現地での大胆な判断力に支えられた戦略的撤退でした。関ヶ原にいた千数百の兵のうち、生きて故郷の土を踏めたのは、わずか80人余り。生存率 8% 以下。92% が死んだ地獄の道行きでした。しかし、このわずか80人の生還が、島津家の運命を劇的に変えることになります。死亡率 92%。これは、客観的に見れば完全な敗北です。しかし、歴史はそう評価しませんでした。なぜなら、この撤退戦そのものが、徳川家康に対する交渉だったからです。考えてみてください。もし島津軍が他の西軍の将と同じようにあっさりと降伏したり、あるいは無様に討ち取られていたらどうなっていたか。家康は島津、恐るるに足らずと判断し、戦後容赦なく島津家を取り潰していたでしょう。しかし義弘は見せつけたのです。我々を敵に回せば、たとえ7万の軍勢がいようとも、これだけの損害を覚悟しなければならないぞと。井伊直政をはじめ、追撃した東軍の猛将たちに手傷を負わせ、薩摩兵は紙幣なりという恐怖を骨の髄まで刻み込んだ。この壮絶な撤退戦は単なる敗走ではありませんでした。未来をつなぐための血塗られたプレゼンテーションだったのです。その結果、島津家は西軍の主力大名でありながら、領地を安堵されるという異例中の異例の処遇を受けることになります。今日、私たちは島津義弘の軒口を見てきました。多くの人がこれを奇跡の脱出劇と呼びます。しかし、それは間違いです。これは奇跡などではない。極限の状況下で常識を疑い、真理の裏をかき、犠牲を覚悟して、未来という一点だけを見据えたものだけが実行できる究極の合理性の産物なのです。あなたがこれから歴史上の敗走や撤退という言葉を見るとき、その見方は今日から変わるはずです。それは本当にただの闘争だったのか、それとも未来をつかむための計算され尽くした一手だったのか。と、この関ヶ原の裏ではもう一つ全く別の戦いがありました。情報戦を制し、たった一人で西軍を内部から崩壊させたもう一人の男の物語です。このチャンネルが教科書の行間を埋める物語を探索し続けられるよう、ぜひ登録ボタンで私たちの次の遠征に参加してください。あなたのそのワンクリックが次の動画を作るための何よりの力になります。